ズームで会議ができるためにあるんですよ。世界で今日本が一番安いと思う。まあとにかく軽やかですよ。なんとですね E200 と本当に何万円ぐらいしか変わらなくなるんですよ。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日はですね、去年の7月以来この新型 E クラスに乗ります。というわけでですね、新しい E クラス日本でも発表されました。もうびっくりしたのは安い。いや安くないですよ。安くないんですけれども、実はですね、私たちウィーンで国際試乗会に呼んでいただいて、この E クラス初めて乗らせていただいた時に、特に今回ご紹介するこの E350E、プラグインハイブリッドモデルですね、こちらに関してはもう実はですね1000万超えるんじゃないかっていう予想を本当にしてたんですね。なんですけれども1000万切る値段で出てきました。もうこれはですね、メルセデス・ベンツ・ジャパンの方々もめちゃくちゃ頑張りましたっておっしゃってました。それがなんでそんなにびっくりしたかというと、すごいんですよ。ということでですね、今回ですねちょっと試乗時間がかなり限られてますので、ミニマムにお届けしていきたいと思います。というわけでですね、ポイントは試乗しながらお話挟んでいきたいなというふうに思いますので、内外装と使い勝手に関しましては詳しいのはですね、その国際試乗会のものをですね下にリンク貼っておきますので見ていただきたいんですけれども、こちらではですねその走行とそれからハイライトをご紹介していきたいと思いますので、 E350E の魅力を1本でお届けします。ぜひですね最後までご覧ください。それではチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。さあそれではですね、新型 E クラスの 350E 試乗していきたいと思います。すでにですね、ごめんなさい、ちょっと指導しちゃってますけれども、こんな感じでですね、今回やっぱり E クラスといえばですね、このスーパースクリーンが採用されたこと、ここが大きいと思いますね。で、このスーパースクリーンはオプションになりますので、欲しい人だけ使ってねという感じなんですけれども、助手席の方まで画面が広がっておりまして、実際にはですねパネルが2枚あって、それを1枚のガラスでつなげているというものになります。でこれはですね試乗しながらお話ししていきたいと思いますので、早速いきましょう。私の動画ではですねあんまりやらないんですけれども、今回ですねちょっと時間が少ないので、少しですね試乗しながらお話の方していきたいと思います。ちょっと撮影エリアから外に出るんですが、まずですねこの E350E なんですけれども、プラグインハイブリッドモデルになります。そしてですねこのプラグインハイブリッドモデルとですね今回本国の市場でもお話ししました通りですね、日本には E200 とそれから E220D というですね2種類のエンジンモデルが搭載されました。この E の200とそれから E の 350E ですね、こちらのパワートレインに関してはエンジンが共用になります。モーターの出力だけが違うといったもので、かなりですねモジュール化されたなという印象が強いんですけれども、冒頭でお話ししました通り、この E350E かなり本命に入ってくるんじゃないかなと思いました。なぜならば結論を先に言いますとですね、プラグインハイブリッドですので、補助金が出るわけなんですね。補助金を入れますと、なんとですね E200 と本当に何万円ぐらいしか変わらなくなるんですよ。っていうのもちょっといろいろとからくりがありまして、この E350E、プラグインハイブリッドモデルなので、そもそもおうち充電かそれから急速充電かという話になるんですけれども、こちら両方ともにも対応しております。輸入プラグインモデルで急速充電も対応しているモデルっていうのがちょっと少ないので、その中でもねさすがメルセデス・ベンツという感じがするんですけれども、こちらはですね急速充電も対応しているので、例えばお家にね充電器がないよという方にもですね、最悪急速充電でなんとかできるというまずメリットがありますね。さらに、走行が120キロぐらいまではですね、それはもう暖房の状況とかにもよるんですけれども、モーターのみで走行ができてしまうというですね結構大きなバッテリーが搭載されました。ということもありまして、どうですか？めちゃくちゃ綺麗じゃないですか？もうトンネルに入ってくるとこのタイムになっちゃうんですけれども、これですよね、このスーパースクリーンね、こんなことになってしまうわけですよ。エレガンテ謎にイタリア語すごいですよね。本当に綺麗だなと思います。話さておき、その大容量バッテリーを搭載したことによってですね、普段のお買い物とか普段のお出かけぐらいはですねもう余裕で
バッテリーだけでね、モーターだけで走ってしまうというようなメリットが一番最初にあります。ですので、例えばですね、お家に充電器がない方もですね、この E350E が標準に入ってくるんじゃないかなと思わせる。話が戻りましてですよ。っていうのもそのプラグインハイブリッドなので、補助金を使うとE200 と値段がほとんど変わらなくなるんですよ。プラグインハイブリッドに関してはもう AMG パッケージっていうね、メルセデス・ベンツでもかなり人気のですねオプションがもう入ってるんですね。ですでにこのオプションが入っている状況なんですけれども、 E200 を選ぶとその AMG パッケージが60万だったかな、結構高いオプションになるんですよ。なので、AMG パッケージは絶対買う人はつけるじゃないかなと。私も、メルセデスオーナーなので、AMG パッケージを必ず選びます。でそうするとフォイールが変わったりとか、それからマットが変わったりとか、またエアロが変わったりとかね、顔が変わってしまうので、そこでかなり人気のオプションになってきてるわけなんですけれども、このオプションを入れるとE200 の表示価格と本当に数万円ぐらいしか変わらなくなってしまうんですよ。っていうこともありまして、プラグインハイブリッド、先ほども長々と申し上げましたけれども、お家に充電器がない人でももしかしたらこっちの方がちょっといいんじゃないっていう感じでターゲットに入ってくるんじゃないかなというふうに思っております。で E350E を選んだ方がいい、いくつかのポイントがあって、まずエクステリアからいきましょうかね。まず今回新型の E クラス全体的に言えるんですけれども、今回この、350E に関しましてはですね、実はセダンの設定しかありません。で E クラスは最初からステーションワゴンがですね設定されるというパッケージになりましたけれども、それはガソリンとディーゼルにしか用意をされないという形になりますので、この 350E を乗りたかったらセダンという選択肢になってくるわけです。で、そのセダンこそがE クラスとしてですね、一番やっぱりE クラスってこうだよねっていうような伝統的なルックスを持ってるんですけれども、まず長いボンネットに、キャビンがね後ろの方にくっついたというような非常にエレガントでスポーティーなスタイルをとっています。でこれのボディバランスなんですけれども、今回ですね少しボディが大きくなりました。何センチかずつですけれども、その外が大きくなってるんですが、それが全て室内空間のために使われたというのが売り文句です。なのでもう室内がめちゃくちゃ広いんですよね。でゆったりしたさすがE クラスといったようなですね、かなりかっちりとした硬質な感じのインテリアになっております。で確かにインテリア、中に乗ったら数センチなので、本当に体感だと思うんですけれども、おそらくオーナーさんは乗り換えた際に、旧型から新型にね乗り換えた際に広いなって思うんじゃないかなというふうに思います。それぐらい室内がゆっくりして見えます。しかもそれはご覧の通りですね、もうこの流麗なね本当に美しいインテリアからも察することができると思うんですけれども、とにかく室内空間作りがすごく贅沢なんですよね。なので、その外寸以上に内装がとても広く感じるといった理もあるかなというふうに思います。ハイパースクリーンなんですけれども、これもオプション設定になっておりまして、今回試乗車を全部でこれにしてくれてあるんですけれども、実はノーマルではですねここまでしかパネルがなくて、しかもこれちょっとちっちゃくて、でこっちが全部ですねただのダッシュボード形状になってるんですよね。グローブボックスみたいになってるんじゃなくて、もうただのパネルになってますので、かなり見た目も全然違います。このねちょっと MBUX ハイパースクリーンじゃなくてスーパースクリーンね、ハイパースクリーンは EQS ですね。スクリーンはちょっと選んでほしいなというふうに思います。でなぜならばスクリーンの中でできることが新世代の OS が入ったんですよね。で MBOS っていう名前がついていて、それが全体的に採用されるのは少し先なんですけれども、その機能が先立って少しずつ入っています。例えばこの E クラスからはですねサードパーティー外部のアプリがダウンロードできるようになりました。このメルセデス・ベンツの UX メルセデス・ベンツユーザーエクスペリエンスっていうですね、この1枚のパネルになった大型のディスプレイと、その音声認識型のね対話型の AI が入った、このインターフェースはかなり早い段階からね A クラスからも入っていて結構浸透していますけれども、実はですね自社製のこのインターフェースで外部の連携がほとんどできなかったんですよ。で今回はですねそのサードパーティー製のアプリがダウンロードできることによって何ができるかというと、実はですねここにカメラありますね。ここにカメラあるんですけれども、このカメラはドライバー認識のためでも前を見るためでも何でもなく、なんとズームで会議ができるためにあるんですよ。
すごくないですか？でだから Zoom がサードパーティーアプリとしてこちらにダウンロードできるようになりましたと。でこのダウンロードしたアプリを使いまして Zoom で会議ができますよというようなものなんですね。あとは、TikTok とかもですね見れたりとかもするんですよね。それもダウンロードできるんですけれども、で TikTok に投稿することはできないです。これはですね私もウィーンの試乗会でちらっとお話ししているので詳しくはそちらの方も見ていただきたいんですけれども、ただこのカメラを使って録画したりとか今話しているようなこういうことをですね録画することができるので YouTube 用の動画のデータを撮るとか、例えば TikTok 用の動画を撮って、携帯とかパソコンとかにダウンロードさせることができるという機能はありますので、そういう用途はできなくはないよっていうような感じなんですよね。なので一番アクティブに使えるのは Zoom かな、Zoom 会議用かなっていう広角のレンズが入っておりますので、そういったような機能があるそうです。でそれもちょっと聞いてみたんですけれども、なんでそんなことのためにこれ入れたのって聞いたんですけれども、これ本国でも実はですね同じような用途にしか使えなくて、でこれなぜかというとやっぱりね E クラスってビジネスマンが乗る車ですのでそのビジネスにね適用したような機能を持たせたいということもありまして、この Zoom でねこういう会議ができたりとかするような機能を入れましたよと。これもですね、MBOS 今後どういったサードパーティーが介入してくるかわからないんですけれども、とりあえず出してそのデータを取ってで、テストっていう意味でもあると思います。なのでE クラスから何か新しいことをしたかったっていうことの一つのフックとして、使用を、テストしているというような意味も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まずこのカメラがですね Zoom のために入ったというのが、近代 E クラスとして、面白い点かなというふうにも思います。もちろんそのサードパーティーのアプリをこちらにこのようにですねちょっとインターフェースも変わりました。このようにですね表示させることができまして、これもアップルみたいにほらこんな感じでね出てくるんですよ。でこれも TikTok とかもポッドキャストとかそういうのもあってですねYouTube 入れたりとかねそういうのとかも見れるようになったというような感じでインターフェースが大きく変わったんですね。で今後これが MBOS に変わっていくことによってまたインターフェースの変更もあるんじゃないかという想像がなされるわけでございます。でこっちです。こっちはですね助手席に人が乗って、さらにいくつかの条件が整うとこちらでもエンターテインメントが見れるようになっております。でこのエンターテインメントシステムに関してはちょっと今回ですね私も一人で試乗しているので検証はできませんけれども EQS の時に、非常に、頻繁にキャンセルされて、ちょっと使い勝手の悪かったこちらの助手席側のエンタメシステムなんですけれども、こちらもですね本国で確認するとそもそもアルゴリズムが違うんだと EQS とは。なので、非常に使いやすくさらにですねそのユーザーフレンドリーになったということをお話ししてましたので、ここもかなり使い勝手が良くなったんじゃないかなというふうに思わせます。さあそしてですねもう一つ E350E を買った方がいい理由もう一つあって、これだけ電動サスペンションが搭載されてるんですね。で他のガソリンモデルそれからディーゼルモデルに関してはコンベンショナルなサスペンションが入っているので、これだけ電子サスが入ってるんですよ。でこれもこれだけの足がついてこの値段かと。でしかも額面は1000万に近い値段ですけれども、それでも安いですけどね、もう本当に機能的にはもう本当に1200万って私は思っていたので結構ちょっと衝撃を受けた価格なんですけど、本当にバーゲンプライスじゃないかと。おそらく世界で今日本が一番安いと思う。それぐらいの価格、為替もあってね走り好きな人にもって思わせるようなサスペンションが入っています。話をですね市場の方に移していきたいんですが、とにかく軽やかですよ。これは電動サスペンションの利も大きいんですけれども、メルセデス・ベンツって私はこの電動化ものに関しましてはですねちょっと EQS ぐらいからサスペンションがまた一段階ちょっと味付け変わったかなっていうふうに思っていて、少しですね硬柔らかいというかですねただただ柔らかいだけではなくてただただ硬いわけでもなくてですね非常に減衰を滑らかにさせるような、これあれですよ電動サスペンションに関してはですよちょっと味付けが成熟したなと。こういうですねバッテリーをたくさん積んでいるものに関して実はですね専用プラットフォームが EQS からだったっていうこともあって少しですねその EQS の時に、一つブレイクスルーがあったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
っていうのも今までやっぱりその電動化ものだからバッテリーを搭載している重量物系の車に関してはですね、もうちょっと足がこうバタバタしたような感じのイメージがあるんですよ。だから EQA、EQC、EQE までかな。でも EQE はちょっと言及するのやめましょう。ここでね市場レビュー出してないのでちょっと言及するのやめますけれども、EQA、B、C に関してはですねプラットフォームを共有していたのでコンベモデルとなのでちょっとこう足の処理に迷っているような感じがあったんですけれども、それが EQE でちょっと抜けたかなっていう感じがするんですね。でそれが熟成されてこの 350E に入ってきたかなっていう感じがすごくするんですよ。とにかくこのサスペンションが滑らかかつものすごいナチュラルなんですよ。でこの、マジックカーペットライド感、魔法のね絨毯のライド感とそれからナチュラルさっていうのがすごく上質にハイブリッドされているのでめちゃめちゃ乗ってて上品なんですよね。で下のからの当たりとかも非常に綺麗にいなしますし、またこうやって今長い R を超えてきましたけれども、この長い R に入っていった時の車両の傾き、いわゆるロールっていうやつの入りも戻りもすごくナチュラルなのにもかかわらず、あれどこかマグネティックみたいなコンフォートさっていうのをですねすごく強く感じさせるようないいサスペンションになってます。いいクラスっていうことをね感じさせるサスペンションになっています。なので、この、350E に関しては少し他の車よりもバッテリー分だけ重量が下にあるので、それが質感にもなり、片やそれがバタバタの原因にもなるんですけれども、これが電子サスペンションと電動サスペンションのね組み合わされることによりまして、非常に上質に出来上がっているっていうところが、本当に買っていいんじゃないかなと思わせる理由でございます。あとハンドルが他のメーカーのですねひらひら系のハンドルに比べると少ししっかりしているのがこのメルセデス・ベンツの特徴でもあると思うんですよね。ただただ軽いだけじゃない、割とこう芯をしっかり持たせたようなハンドリングが、電動モデルにもちゃんとこう投影されているというところがですねこの魅力でもあるんですけれども、それがやっぱり E クラスにもしっかりあって結構ね手応えがしっかりしてるんですよ。重いとかじゃない、しっかりしてるんですよ。で重くはない証拠にですね、例えば小刻みにですね今ちょっとワインディングの方走ってますけれども、このワインディングとかで走っていった時に切り始めとかあと切り戻していく時こういう時ですねものすごい軽やかなんですよね。本当にスッと片手で切っていける、軽くこうスッと切った時に素直にこう打がかかるっていう感じ、素直に回るって言った方がいいかな、打がかかるっていうよりはステアフィール自体がいいのですごくスッと回っていく感じがするんですよね。なんですけれどもこのニュートラルは割としっかりとあってこう手を添えているだけで、直進安定性もいいっていうこの両立がもう見事になされている。でもこれこそが私もメルセデス・ベンツの大好きなとこなんですけれども、すごく素直なんですよね。素直かつほんの少しだけ人の気持ちの先を行くっていうような感じのとても上質なステアリングがついています。でこれが特に電動ものベブになってくると余計にそういう傾向が強いんですけれども、結構ねクイクイ味付けをさせることによって車両の重量をごまかすみたいな感じの味付けをねしている車多い中で、このメルセデス・ベンツは、EV であってもメルセデスなんだよと、メルセデスであるということがまず一番最初にあって、その中にパワートレイの選択肢としてベブがありプラグインハイブリッドがありマイルドハイブリッドがあるよっていうようなね、そういうこう住み分けがなされているっていうねモデルのヒエラルキーっていうのをすごく強く感じるんですよ。でそれがもうこの 350E にも顕著に表されていて、こう今のメルセデスのその技術力の高さっていうのをすごく強く感じました。もうだからねラインのトレース性も本当に高いですし、もうスッとこう進み出す感じ。今はですねそのガソリンもディーゼルもメルセデス・ベンツは全部電動化されてますので、一番最初からね進み出しから電動のモーターのアシストっていうのを感じられるような、滑らかな加速感っていうのがちゃんとね実現はされておりますけれども、バッテリーが大容量になっているともあって、そもそもすごく質感が高いですね。この走り出しに関しても加速がねものすごくスッと滑らかにね進んでいけるというような感じ。今だからもうベブなんですよ。ガソリンエンジンが全く使われてないからもうただベブなんですよ。ただただベブね。でこのただただベブが非常にですね走りやすいともうすごくスルッと走り出してシュルンとですね加速していく、こういう風にですねちょっと山道に入っていってもですねかなりタフに、そしてかなり静粛性高くですね山道を攻略することができるというようなものなんですよね。
なのでちょっと走りがものすごく良くなったと。今まではこのモデルの中でもプラグインハイブリッドって割とこう、飛び道具というか走りはすごくいいんだけれども、ちょっとこう本命ではないみたいな、ちょっとアリューみたいな感じの位置づけにあったような気がしますけれども、このE クラスからはですね、もういきなりメインストリームに踊り出てきたかなというような感じがします。っていうのもですね、今回 E クラスのやっぱり強力なライバルといえば BMW の5シリーズだと思うんですけれども、 BMW の5シリーズが最初に導入されてきたことによりまして、 BMW がかなり5シリーズを戦略的な価格で出してきたんですよね。でそれをベンチマークして、後発となった E クラスは、値段とかもすっごい頑張ったという、背景がまずある中で、その BMW の5シリーズと一番大きく何が違うかというと、モデルラインナップが全然違って、 BMW は電気かエンジンかっていう二択になったんですね。だからプラグインハイブリッドが導入されなかったんですよ。で実は5シリーズの中で先代モデルはプラグインハイブリッドが非常に販売ボリューム大きかったです。なんですけれども、価格のことも考えて、切り捨てたんですよね。でそんな中で、メルセデス E クラスはですね、この電動化モデルを入れてきた。そこにいろんな覚悟があって、ちょっと売りたかったっていうね下心もあって、戦略的な価格設定にしてきたっていうのもあるんですけれども、そのメルセデスらしいですね闘争心むき出しのこの E クラスの中でもですね、やっぱ商品力が非常に高い他社プラグインハイブリッドユーザーとかからもですね支持を得そうなパッケージであるんじゃないかということも私はちょっと予想しております。で一つネガティブがあるとすると、この E350E なんですが E200 それから 220D に比べるとですね、ラゲージスペースが少し狭いです。それはバッテリー分しょうがないんですけれども、ちょっとラゲージスペースが狭くなっているとはいえ、実はですねゴルフバッグ、3個積めますよと、この辺はさすがメルセデスという感じもしますね。実はですね、今トンネルに入ってきましたけれども、このアンビエントライトが美しいよというだけではなくて、ごめんなさい今回検証できないんですけれども、このヘッドライトが新しくなりました。でこの E350E だけの機能なんですけれども、夜間で、前が暗くてでそして車線逸脱をしそうになると、この矢印がこのライトでこう照らされて、中に入ってくださいねっていう矢印が出てくるっていうですねライトの機能が新しくつきました。でこれも 350E だけの機能なので、ここもかなりですね先進的でもあり、またですね、本国には例えばねストップサインが出てきましたよとかいうのもですね、そのライトの中に表示されたりとかするっていうすごい機能が入ってるんですけれども、日本にはそれがないんですけれども、日本では車線逸脱しそうになった時に真ん中に戻ってくださいよっていうライトでそれが表現されるというような機能も入っております。ここもちょっと 350E がね優位性の高い部分でもあるかなと思います。とにかく売ろうと、そして乗ってほしいという気持ちがもうありありと見える 350E プラグインハイブリッドモデルになりました。もうねちょっとねレベルが違うんですよ。なんか本当にこれすごかったので、ぜひですねそのウィーンでの市場も見ていただきたいんですけども、とにかくちょっと飛び抜けてこの 350E だけすごいので、日本で乗ってもすごかった。これちょっと一般道でも長くドライブしてみたいなと思わせるような車になっておりました。もし乗れたらまたレビューしますけれども、 350E、そんなわけで私一押しの E クラスの中でも一押しの車となっております。というわけで今日はこちらメルセデス・ベンツの E350E をお届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。プラグインハイブリッドモデルではありますけれども、120キロまでモーター走行のエリアがありますので、普段のですね通勤通学、通勤とかお買い物とかはもう本当にこのモーターだけでOK で、週末登園の時だけはガソリン使うというような使い勝手もいいかなというふうにも思いました。本当に走りがすごいので、これはですねチャンスがあればぜひ、ディーラーの方でも試乗していただけたらと思います。それではですね今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。自動車ジャーナリストの今井優樹でした。バイバイ。